今日は北千住にやってきました。今日は実は私のスーツケースの修理に来ました。このサムソナイトのスーツケース、もう随分長い間使ってるんですけど、結構傷んでて汚れたりしてる部分があるんですね。具体的に言うと、この鍵ですね、鍵が壊れたりとか、あとは汚れたりとかしてるので、それを今日はちょっと修理してもらおうと思ってます。今日修理していただくのが後ろにあるスーツケース直しますというお店です。その場で修理してくださるそうなので、ちょっとどんな感じに仕上がるのか行ってみたいと思います。スーツケース直しますというところ、こんな感じでいろんなブランドのスーツケースの修理をしてくれるところです。じゃあ入ってみましょう。スーツケースの修理をお願いしたいんですけども、はい、お願いします。まず一番大きい問題が、この鍵が壊れちゃってるっていう、でもなんか全く動かない感じになっちゃってるので、これを取り替えてほしいのと、あとは全体に結構もう10年ぐらい使ってるので汚れがすごい、そうですね、目立つので、ちょっと汚れを落としてもらえたらなと思ってます。デザインはちょっと変わるんですね。わかりました。もしよければご案内しますね。はい。ナンバーロックで機能自体は全く同じです。3桁の番号で管理されたロックでこちらですね。なるほど。ちょっと大きくなる感じですね。でもやっぱり綺麗ですね。はい。わかりました。じゃあこれにお願いします。あと全体的にこちらクリーニングかけますね。はい。傷とかはそのまま残りますけども、汚れは落とすのでピカピカになりますので。はい。お願いします。特に私気になるのがこのそうですね。これって落ちそうですか？そうですね。可能な限り落としますので、はい、綺麗にはなりますね。わかりました。今回の修理、ロック交換こちらが8800円と、クリーニングこちら4400円ですね。はい、わかりました。これでも今すぐやってくださるんですか？はい、すぐ着手しますので、お時間としては1時間ぐらいの修理になります。1時間ぐらい、わかりました。よろしいですか？はい。お支払い現金のみのご対応になりますけども、ご用意ございましたか？はい、現金ですね。あります。先にお支払いするんですかね？ご用意ございました。はい。ごめんなさい。ちょっとすいません。現金がないかも。大丈夫ですよ。そしたらお返しの時のも結構です。ちょっと待ってください。ごめんなさい。1万円しかない。ではお返しの時に。いいですか？すいません。こちら受付だけすいません。枠内ご記入お願いいたします。はい。ということで今スーツケースを預けました。1時間ぐらいで鍵の交換と全体の、クリーニングをしてもらえるそうなので、ちょっとこの辺の商店街とかを歩こうかな。私実はね、北千住に来るの初めてなんです。ちょっと路地に入ってみましょう。ワニカフェ。ここは今閉まってる。夜だけが。皆さんこれ何のために置いてるか分かりますか？こういうペットボトルに水を入れたもの、こちらは瓶にも入れてますけど、こういうのなんかね、いつ頃からだったのかわからないけど、いつ頃からかこういう瓶とかペットボトルに水を入れて置いておくと猫が来ないっていう、そういうのを信じてこうやってる人がね、結構いますね。でも私久しぶりに見ました。どうですか？皆さんの国ではそういうのありますか？これをやったら野良猫が来ないっていうやつ。
ね、なんか私が子供の時はちょこちょこ見かけましたね。でも今はね、ほとんどないですね。私もすごく久しぶりに見ました。あそこの左手に鉄道があって、でここはバスのロータリーですね。バスが止まるところです。広いなあ。そして周辺には商業施設がいろいろありますね。例えばこの左のこの大きいビル、これはルミネです。それからこっち側、この上は丸いです。なんかすごく交通も便利だし、買い物もできる場所がたくさんあるし、住みやすそうな街ですね。さっきスーツケースの修理お願いしたあのお店も商店街沿いにあったんですけど、ここも商店街ですね。宿場町だったのかな。で、道路の向かい側はまた別の商店街ですね。へー、わー、こういう感じの街は初めて来ましたね。へえ、面白い。東京にもこういうところがあるんですね。今私はさっき Google で見つけたちょっと面白そうなカフェへ向かってます。SD コーヒー北千住本店。銭湯をテーマにしたカフェらしいです。銭湯っていうのはお風呂です。昔はみんな家にお風呂がなかったから銭湯でお風呂に入りました。いろんな街にね、たくさんの銭湯があります。ここに説明がある。ここを通った大名とその家紋。へえ、そうなんだ。じゃあやっぱり宿場町だったんだね、ここは。雑貨屋さん。あとは大橋。これは居酒屋かな。これいろんな店があるね。居酒屋が多いかな。でもこういう中華料理の店もある。また大名の家紋がありましたよ。これは大関かな。大関家。あとこの上には北斎の絵がありますね。これは富国36景のうちの一つ。この両側にそれぞれありますね。もしかして36種類全部あるのかな。はい、この家紋見たことある人多いんじゃないかなと思いますけど、会津松平家の家紋です。大河ドラマとか好きな人はもしかしたら見たことあるかもね。家紋といえば、江戸時代のこういった大名たちの家紋ももちろん有名ですけど、実は一般庶民も家紋があります。私の家にも家紋があります。これは別に有名な家とかお金持ちの家とかそういうのは関係なく、みんな自分の家紋を決めることができます。で、その家紋はいつ使うかというと、例えば親戚の結婚式に出席する時に着る着物、その着物に自分の家紋があります。あとは商売をしている人だったら、そのお店とか会社のロゴを家紋にするという場合もあります。現在では使う機会はね、だんだん減ってきてますけど、それでもやっぱり家紋っていうのはそれぞれの家にあります。着きましたけど、火曜定休って書いてる。ちゃんと確認しなかった。定休日だって。残念。そうなの。残念すぎる。どうしよう。定休日だって。ちゃんと調べればよかった。
今私はどこにいるの？あ、現在地。この今私の目の前にあるのがその名残ですね、当時の。明治の初期まで宿場町としてあったんですね。今はもう建物はないですが、こういった門だけ残されています。なので今ももちろん人がたくさん住んで栄えていますけど、本当に昔からたくさんの人が行き交うそういう町だったんですね。なんかお寺とかも結構多いですよね。そしてこの両側には川がありますね。こっち側は荒川、そしてこちら側は隅田川です。ケーキ屋さん。これでも中では食べられないよね、きっと。すごく美味しそうだけど。あと今気がついたんだけど、シャッターが全部こういう感じで昔の風景を描いてる。ここだけじゃなくて、この隣も、隣のお店のシャッターもほらこんな感じ。ほらあっちも全部こういう感じで昔のその当時の様子を描いたシャッターになってる。素敵ですね。右手にひときわ古い歴史がありそうな家がありますよ。すごい立派なお家ですね。ここに説明があります。横山家の蔵。有形民族文化財なんですね。当時の名残を伝える家。こういう蔵の形になってるんですね。さっき私が通ってきたのはこっち、この商店街で、今この左にもまた別の商店街があるよ。カニ？なんでカニ？サンロードだって。ここに和菓子屋さんがありますね。ちょっとお腹空いたな。なんか食べたい。ビストロ。なんかね、夜だけっていうお店も結構あるよね。ビストロオオカミってなんか良さそうなお店ですね。どうやらああいう小道にある小さいお店はもうお昼ランチの時間は営業してない、あるいはとても短い営業時間ですね。いろいろありますね。美味しそう。ここで食べましょう。結局丸井のフードコートに来ました。うどん、花丸うどんでぶっかけうどんと、これはかき揚げ、野菜のかき揚げと鶏の天ぷら、これを食べます。さあ、お腹いっぱいうどん食べ終わりました。じゃあ今からちょっと ATM へ行ってお金を下ろして、そしてスーツケースを受け取りに行きましょう。さて、さっきのスーツケース直しますのお店まで戻ってきました。どんな感じに仕上がってるかな。結構汚れてたので、ね、どうかなと思いますけど。すいません、さっきお願いしてましたです。これ、はい、お願いします。あと代金をまだお支払いしてなかったので、修理の内容をご案内します。はい。
ちょっと今この南京錠かかっちゃってるんでこっち引っ掛けられないですけども。すいません、ちなみに私この南京錠ね、鍵が壊れた時に臨時でつけたんですけど、その後暗証番号忘れてしまって、こういうのって切断できたりしますか？これもう取っちゃっていいですか？いらないんですけど、いいですか？それもうすぐ外しちゃいますね。すいません、ありがとうございます。それもすぐ外しますけど、こちらだけご確認で、こっちも同様にはまります。で今ナンバーが000で開くようになってるんですけど、こちら設定できますので、こちらもちょうどご案内しますね。めっちゃ綺麗になってる。すごい。特にこのゴムパッキン、ここすごいですね。変色しちゃってるんで完全には同じ色にはならなかったけど。いやでもだいぶ綺麗。嬉しい。汚れ自体は取れてますんで。すいません、お待たせしました。ありがとうございました。なんか旅行に出発するときに空港で鍵が壊れたことに気がついて、それで緊急でとりあえず南京錠で閉めようって言って閉めたんです。この鍵は持ってたんですね。南京錠ですか？これは空港で買いました。じゃあもう外してしまったので、もう処分しちゃって大丈夫なやつです。1万と3200円ご確認ください。なんかレシートか何かいただけますか？領収書を作りできますけども、領収書お願いします。お宛名どうされますか？あと宛名でお願いします。今日ここ来たのは北千住ですけど、それ以外にどこに店舗がありますか？東京ですと渋谷、池袋、あと上野店ですね。あと神奈川に川崎店、関西に京都、大阪、大阪もあるんですね。大阪もございます。梅田、あと難波ですね。結構全国にあるんですね。ちなみに今回私はこのロックと洗いっていう感じでしたけど、例えばなんかキャスターが壊れたとかキャスター取れちゃったとかだと、もちろんどれぐらいの時間かかりますか？キャスターが一番多い種類ですね。そうなんですね。なので基本的には早いものであれば15分から。15分。30分いただければ基本的にはキャスター交換は可能です。そうなんですね。そうか、なんか友達が台湾から来た時になんかキャスターが壊れちゃって、で結局泣く泣く買ったって、新しいスーツケース買ったって言ってたので、そういう時にね持ち込んだら上野店とかだと割と便利ですよね。やっぱりもうキャスターが使えなくなるともうどうしようもないですね。そうなんですよ。で女の子一人ですごい大変だったみたいで。荷物が入ってると。基本的にはキャスター交換も15分ぐらい、混んでなければ15分ぐらいで持ち込み順になってますけども、基本的にはもう即日対応でご案内してます。そうですか。わかりました。でどこの店舗も現金のみですか？そうですね。わかりました。現金のみでご対応させていただきます。わかりました。ありがとうございました。あと一応なんですけど、これ店のステッカーなんですけども、これ貼っていただいているスーツケースに関しては以降ずっと修理代が1000円割引になりますんで。そうなんですね。このステッカー、じゃあ皆さんもしここで修理お願いしたらぜひこのステッカーを、ぜひ貼る場所はどこでもいいんですか？カバンどちらでも結構です。じゃあこれで1000円割引になる。1000円割引です。もうそのスーツケースはずっと。わかりました。じゃあこれも大事ですね。保管しておきます。どうもありがとうございました。ご丁寧に。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。すごい10年使ったとは思えないぐらいピカピカに磨いてくださって、しかも鍵も修理ができて大満足です。皆さんももし旅行中にキャスターが取れたとかスーツケースに何か不具合が生じたという場合はぜひこのお店行ってみてください。都内にもいくつか店舗があるそうです。さて、じゃあ私は家に帰ります。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。